the same. I'm the one you're trying to claim. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played. Call me up with no shame. All your words sound the same. Yeah, I already know about your game, but I'm not the one to sit around and be played.シンクフィアットいいね、かわいいな、本当に高級号。これはまだ別格だよな。これがいいな、クロス500クロス4枚ドアでまあクアドリフォリオ中もカーボンで、今日はねこのステレビをねちょっと試乗させてもらおうと思ってやってきました。何に乗るのかな、スーパーかな、スーパーだったっけ。かっこいいな。すごいフィアットのとこだけ写真がすごいね。今日はスプリントを乗らせていただきます。心配そうに1号機入れてますけど、中赤でかっこいい。
台数ディーゼルとガソリン出るかというと、はいはいまあ割にディーゼルの方が出ます、ステルビオ。あ、出てますか。あ、そうですか。なんでなんですかね。普通だったら、え同じグレードでガソリンとディーゼルだったらディーゼルの方が高い。はい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 。ステルビオ価格設定逆なんですよ。ディーゼルの方がお安い。あ、そうなんですか。ご存知の通り登録するときに重量税とかはい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 そうするはいと車両の価格以上に差が開いちゃうあので、50万円近くになります。あ、そんなに変わっちゃうんですか。確かにね、パワーもあったし、そうですね。車内は静かだったですよ、すごく。で、これあれでしたっけ、もうこれでいいんでしたっけ。これで出れますね。じゃあ参りましょう。はい。そう、めっちゃ小回り利くんですよね。そうですね、思ったよりは。思ったより、もうでかいように。実際の回転半径で言ったら 6.0 なんですね。あ、そうですか。ちっちゃくもない。ジュリアはめちゃめちゃ曲がりますよね。ジュリア曲がります。ステルビアはそこまでじゃないってことなんですね。156GTA とかよりはちょっとマシかな。これがグレードが何でしたっけ？これはスプリント。スプリント。ジュリアはなくなっちゃいましたが、はい。こっちはまだ。ステルビアまだあるんですね。すごいアクセルと車体の重さ感じないですね。あ、そうですね。こう本当に全然動きが軽やかですよね。軽やか、本当重さが感じなくて。そうですね。カーブなんか曲がっていただいても、ねえ、実際の車重をそんなに感じない。感じないですよね。横なしが軽いですね。今度トナーレって出るじゃないですか。トナーレ、そうですね。いつ出るんだかはちょっとわからない。ねえ。前ディーラーさんに聞いたら、いや、まだ設計図書いてるとこですとね。いや、2022年とか23年ですねって言ったら、そのくらいになるかもしれないですね。今、偽装を施した車が盛んにテストをやっているようですね。ああ、そうですか。スパイスクープみたいなのが随分。はい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 。それを見る限り、ほぼ完成してそうなので。ハイブリッドですよね。来年のジュネーブ賞だとか、はいはい。6月24日とかですね。みんな期待してますよ、あの車。姿を現すんじゃないかなと思うんですけど、またどうせ姿を現してもそこからが時間がかかる。そこからがね。みんな期待してるもんね。ちょっとこればっかりはイタリア人の方たちのペースに合わせてあげないと。無理して作ったりね、ね大変なことになっちゃうんですね、あの人たちね。これ今、ノーマルモード。これ、そうですね。なので、ダイナミックもちろんしていただいて。いいですか、ちょっとダイナミック。あ、これが A か。で、これでダイナミックですね。A は、エコモードですから。ダイナミックすると足も硬くなるんですか？足は変わらないです。変わらないですか？これ電静ダンパーじゃないです。確かに力強くなる。いや、このね、ブレーキを踏んだでもあれですよね、ブレーキ踏んでも姿勢があんま変わらないんですよね。そうですね。ジュリアもびっくりした。加速と減速の姿勢の変化が少なくて、前も本当都内をね、道込んでるところをちょろっと試乗しただけなんで全然分かんなかったんだけど、アルファロメオもすごい車作ったなと思って、この前乗らせてもらって、いや、姿勢が変わらないってのはすごい。確かにそうですね。オイルベースが長いからなのか、進行方向の姿勢の変化はすごい。音はすごい車内静かですけど、音やっぱ変わりますか？ダイナミックモードで。音は変わらないと思います。エンジンはあまり聞こえないですか？ジュリアは3000ぐらいからわーってちょっと盛り上がるような感じですけど。そうですね。ベローチェ乗られました？スプリントと、あとベローチェもね、乗りましたね。ビスコンティディション。グリーンのやつですね。はい。スプリント200馬力仕様とベローチェ280馬力仕様で、マフラーがまるっきり違うものがついているので。あ、そうなんですか。うちの方が比較的音が耳に届くのではないかなと。って言っても今スプリントなくなっちゃいましたからね。そうですよね。び
びっくりなのがここでしょ。カップホルダー。はい。2つあるってのは。そうですね。リアシートもちゃんとセンターアームレストに。あ、2つあるんですか。入ってますからね。そうなんですか。159の画期的な。画期的で、みんな言ってた。みんなびっくりして。これらなんかはアメリカにも出しますからね。ああ、そっか。アメリカはもうカップホルダー必要ですよね。159は本当にちっちゃいのが1個しかない。うん、そうそうそう。まだ1を乗るのがいいっていうね。あ、そうですね。こっちとこっちにできるから。リーラさん長いですか、もう今。私ですか、私。10年ぐらいやらせていただいてます。あ、そんなに。じゃあ、159持ってた。159売ってましたよ、売ってたんだ。私自身も今159持ってる。あ、そうなんですか。アルフィスタですか、したら。3代目ですね、アルファ。あ、本当ですか。じゃあ営業さんもどこにやられちゃってるんだ。アルファの。そういう人今いなくなってきちゃったので、そう言っても私も運転の練習をようと思ってロードスター乗ったりしてたことがあるので。あ、そうなんですか。はい、でもスポーツカーですね。そうですね。そういう面から見たらやっぱりどうですか、ステルビオもスポーツカーですか。確かステルビオ峠っていうところのあれでしょ。そうですね。名前ですよ。このぐらいの名前でしょ。うねうねした。そこで鍛えられたんですもんね。きっと。今実際にステルビオ峠とかでテストするんですかね。するのかな。ただつけただけですかね。6C とかつけちゃってるもんね。運気に。わかんないよね、アルファもね。まだ日本に入るのかわからない。わかんないけどね。限定車ですよね。あれビスコンティエディションってもう海外で出てるんですか。日本だけですか。あれインテリアの色まで違います。違う。で、あれは普段イタリアでも選べないチョイスのはずなので。あ、そうなんですか。おそらくですけど現地でも限定車じゃないか。来週のどこかでぐらいで入ってきますね。今日あたり出荷になってると思う。あ、そうですか。もう予約で完売ですか。そんなことはない。結構もう出てしまってる。そうですよね。なんで私も1号機乗ってるので、なんとか多分検索したら出てきていくつか。あ、そうですか。恐縮です。いや、たまにはね、たまにはっていうか中古車ばっかやってるから、ちょっとやっぱアルファロメオの会社自体にね、多少は貢献しないと、ちょっとアルファロメオ自体がなくなっちゃったらね。そうですね。でもプレミアムカーだから、しかもブランド力あるしね、歴史もあるし、心配はしてないけど、いい車作るし。そうですね。多少は貢献できればなって思います。アルファらしさはあるんですね。そうですね。デザインもそうです。こうやってご覧いただくと、SUV ってドアの後ろにもう一枚ガラスが入ってると思うんですよ、ピラーのところに。これないんですよね。その分上屋がこう軽やかに見えるんですよね。こういう車他に多分ないと思うので、SUV っていつも絶対スタイルは犠牲にしますよ。そこはありますね。やっぱアルファロメオのデザインですよね。そうですね。この車はドアパネルですね、ボンネット、上取りじゃなくて今乗っていただいた一般のグレードもアルミ合金でしてますね。なので、車重自体は軽くはないですけど、走りを軽やかにしようというところにはかなりコストを使っています。言ってた、そういう肝心なところには金をそうですね。これが結構本当は昔からなんですけど、で必要ないとこは金かかってないって言って、もう壊れたら直せばいいっていうイタリア人的な思想。日本車だったら壊れちゃいけないのでオーバークオリティに作っといていらないかと思ったら削っていくんですけど、逆なんですよね。そうですね。壊れだったらそこをちょっと修繕して出せばいいかっていう考え方のような。そうなりますよね。楽しめばいい、楽しければいいっていう。そうですね。逆に言うと楽しくなければアルファじゃないっていうか。そうですね。
走りがかなり、159もボディの構成自体はすごいしっかりしてるんですけど、さらにしっかりしてますよね。欧州の基準ですもんね。そうですね。厳しいですよね、一応ね。作りとしても、フロントの、サスペンションのアッパーアームを取り付けている、あるいはダンパーの頭を取り付けているところがアルミの、鋳造材でできてきていますね。リブがすごいビシッと入っている。ものすごいそういうところの合成なんかも気を使って作られています。なるほど。なので、159でコーナリング中に不正、こうガタガタがあったりとかするとちょっとやりたりするケース、これは本当にビシッとしてます。これジュリアもそうですね。そう、ハンドルってそれは分かりましたけど、サスペンションの取り付け構成というかですね、その辺はしっかりしてるんですね。ものすごいしっかりしてますよね。だからレスポンスもこれだけよくできるんですね。もっと知ってもらった方がいいですね。そうですね。知っていただけたらなというふうに思います。ねえ。わかりました。ありがとうございます。今日はすみません。後ろのね、席の感じはね、すごい、これ僕が乗ってて足、前のシートにはぶつかってないですね。で、運転席はね、僕が運転した後なんでね、僕は単速なんでもしかしたら他の人が乗ったらここぶつかっちゃうかもしれないけど、でも握り拳1個は入るし、2つエアコンでいる吹き出し口あるし、ドリンクホルダーがこれ USB あるんだ。後ろの席のドリンクホルダーってどこになるんですか？アームレストをこう下ろしていただくと、ここか。そうです。普通にポンと。本当だ。見てこれ。ドリンクホルダー2つ後ろ。159わけでもわかんないなんかスペースだもんね。そうですね。はい、というわけで、試乗終わりました。ステルビオやっぱいい車でしたね。今回乗ったのがスプリントかな。ディーゼルだったんですけど、ディーゼルの音全然聞こえないしね、力強くてパワフルだったんで、すごいなんか良かったですね。営業さんもディーゼルの方が売れてますよとかって言ってたし、いい車でしたよ。で、今回気づいたのは、やっぱりアルファの味付けなんですかね。うまいなっていうか、姿勢制御がね、アクセルオン、あとブレーキングの時の姿勢制御っていうんですか、あれがすごいうまくって、姿勢があんまり変わんないから、でしかも路面しっかり掴んでるし、コーナリングとかと、コーナリングってね、こういう都会なんで、緩いカーブぐらいしかなかったんですけど、緩やかに姿勢もしっかり保持したまま、運転することできましたね。で、段差とか、あと私とかのいなしもうまいし、ただタイヤがね、ランフラットタイヤっていうのを履いてたんで、ちょっとゴツゴツ感はありましたかね。あとね、パーキングセンサーがね敏感すぎるのかな、結構頻繁になってて、それは営業さんもね、改善するようになんか会社の方に言ってるとは言ってましたね。ハンドリングはね、クイックですよ。クイックだったけど、ジュリアほどじゃない、まろやかっていう言い方正しいのかわかんないけど、ジュリアって結構クイックにキュッキュッって回るんだけど、やっぱり SUV で姿勢をなんていうの、急激に変えるっていうのはやっぱ危ないんじゃないですかね。背が高い車だから姿勢ワインディングとか行ってもクイックに曲げすぎると姿勢が急激に変化したりとか、そういうのがあると思うので、ジュリアほどのそのクイックさってのはなかったんだけど、ただやっぱりアルファロメオだけあって曲げるっていう意思はやっぱ感じますね。159とか147からステレビを乗ってみると、しっかりしたハンドリングの中で
しっかり曲がる、クイックな感じで曲がるから、でかい車なんだけど運転しやすくて、でボディもしっかりしてて、姿勢の変化も少ないんで、すごい乗りやすい車でしたね。大きさを感じないっていうかね。でドリンクホルダードリンクホルダー何でも言うけど、前2つあるし、あと後ろも2つあるし、後ろには USB ついてるし、あとエアコンの吹き出し口も2つ、エアコンの吹き出し口が丸かったんですね。前席も後ろ席もね。じゃあステレビを買うかって、僕はもう159と147を最後にね、車は乗らないかなと思ってるんですけど、もし仮にもう1台アルファどうってなった時は、やっぱステレビを選ぶかなと。もうそれほどなんていうの、峠行って峠攻めるとかっていうのも次第だろうし、街の中ゆったり走るっていう感じだから、ステルビオぐらいのハンドリングがちょうどいいのかなと。はいえステルビオも結構ハンドリングクイックだから、結構小回り効くしね、すごい扱いやすい車なんじゃないかな。トナーレはね、2023年ぐらいに発売じゃないかみたいなこと言ってたね。でトナーレ出たらまた来てくださいなんて言ってたから行こうかなと思ってるけど、あと2年後、下手したら3年後になっちゃうからね。チャンネルあるかどうかも分かんないみたいな感じですけど、トナーレ発売したらちょっと早めに今日の営業さんに電話して、ちょっとトナーレ先行試乗させてくださいっていう話をしようかな虫のいいこと考えてるんですけど、今回はね、車の試乗っていうよりは、車は試乗目的の動画じゃなくて、ディーラーさんに行ってみた的な Vlog 的な動画を撮ろうかなと思って、だから全然車の試乗のシーンとか店内の試乗シーンとか全然考えてなくって、もう iPhone もむき出しで撮影してる感じだったんで、ちょっとね申し訳なかったかなと思いますね。撮影来るんだろうなって多分思ってたんだろうから。で今日の面白かったのは、営業さんがねアルフィスタだったんですよ。アルファ159乗ってる人で94かな。でその前がね GTV 乗ったりとかね、アルファ好きのアルフィスタの人で、そっちの方でね試乗中も話弾んじゃって、あんまり車のことをあーだこーだ話しなかったんですよ。あれが壊れるよねとかさ、159の話とか部品の話とかね、なんかそういう話をずっとしててちょっとねイメージ変わりましたね。ディーラーの。ディーラーってあれじゃない、なんていうのかな、敷居の高さってあるじゃないですか。中古車ってほらもうなんかボロボロの車売ってるところから、専門店からいろいろあって、敷居のそんなに高さって感じないんだけど、ディーラーはやっぱりちょっと身だしなみとかさ汚い格好してっちゃいけないとかさちょっと気が回るところあるじゃないですか。だからなんかそういうなんかね、アルファロメオってやっぱり高級プレミアムカーだし、歴史のある車だから、そこに同じ1号機の1号機に乗ってるから、私のチャンネルをたまに見てたらしいんですよ。検索すると出てくるんで、知ってたらしくて、面白い営業さんでしたね。で今回ねもう一本ね、その営業さんの愛車も撮影させてもらったんですよすごくないディーラーの営業マンの愛車が159で、その愛車の撮影もしてきたんで、それをね次回出そうかなと思ってるので、ご期待ください。今日の動画はねこういう緩い動画でした。ご視聴ありがとうございました。